んこんにちは。先日2022年版として指揮官成長推移の動画を作成しました。そして今回作成するのが同盟版となります。最初、指揮官より同盟の方がデータ整備が楽かと思っていました。確かにお名前は指揮官より読み取りやすい名前を付けられることが多いようです。ですが、名称が不一致となった場合前後の数値で判断が難しいのは同盟でした。特に統合等により統廃合は頻繁に発生します。同盟旗や名称は大きく変更され、戦力も大きく変わります。また、農場同盟にメイン同盟と同じような名前を付けるパターンにも苦しめられました。ということで、間違ってたらすみません。流れは指揮官の場合と同様、大きい数値を持つ同盟の成長線位から確認します。ただ、集計して感じたのは第1、第2のマンモスワールドオンパレードになってしまいました。やはり統合回数が多いと圧倒的に数値が異なります。よって、イベント勝率が高かったり、私個人的に印象に残っている同盟をいくつか追加でピックアップしておりますので、そちらの成長度を確認します。次に、後発のワールドの全体順位により注目ワールドを確認します。最後、前回同様惑星単位の成長度を見てみたいと思います。それでは、早速同盟撃破数から確認します。20位はによりフィーク同盟です。年間撃破数として、3G 程度上昇しております。直近の獲得ポイントを合わせて確認するようにします。まばらではありますが、2のコアに続く形で活動している様子です。続いて、同様にによりブロ同盟です。撃破数は夏が最大で減少していますが、指揮官が移動したことが原因です。直近のボイド結果は先ほど見たので割愛しますが、だいたい3番手といった様子でした。そして、18位が99より&同盟です。もともとは88から発生した同盟であり4月の統合により99に移動しています。名称なども2回ほど変更されていました。直近のボイドでは2位や3位といった活躍となります。2G や 3G が少ないとは言いませんし、相手も強力です。とはいえ、20位以内にランクインする同盟としてはおとなしめといった印象です。次に17位のプント同盟です。157から名称の変更などはされていません。直近のボイドでも大量のポイントを獲得しており、157のポイントゲッターとなる同盟です。次に113よりブムフ同盟です。若干撃破数の減少はあったものの、名称などは変更されておりません。直近のボイドではあまり活動されていない様子でした。次に52よりコン同盟です。もともと、68出身の同盟だと思われます。4月に統合ししばらくしてから名称と旗を変更しています。最近のボイオットでもランキング内には留まっていますがそれほどポイントが高いわけではありません。また、若干ポイントの増加も停滞していますので、現時点ではそれほど活動してない様子です。もしかすると、江戸一が全て灰にしてしまうため、ターゲットがないといった課題があるのかもしれません。次に146よりジャブ同盟です。もともとは127出身の同盟ですが、8月に統合され146に移動しています。その後統合時の増員の影響により大きく数値が伸びています。直近のボイドでもワールド内ではほぼ1位となっています。今後も数値を伸ばしてくるでしょう。次に72より全同盟です。去年年末に統合されましたが、もともとは61にいた様子です。数値は横ばいでしたが、夏以降は降下しています。とはいえ、直近のボイドでは2番手か3番手といったところです。トップ同盟に戦力を集中させたのかもしれません。次に99よりブッツです。もともと強かった同盟ですが、統合により大きく強化されています。直近のボイド結果からもわかるように99のポイントゲッターです。後で戦力側でも登場しますが、対戦相手となった場合は要注意となる同盟でしょう。次に113より無期同盟です。夏の統合により数値は増加しております。また、直近名称と旗を変更しております。直近のボイドでは2位か1位といった様子です。1強化していませんが、それぞれ大量のポイントを獲得しています。次に114よりップ同盟です。夏に2回目の統合が実施されました。1回だけ同盟の名前と旗が変更されておりますが、イベントのためでしょうか、その後戻っております。もともと強力な同盟です。直近のボイドでも活躍している様子ですが、少し相手が悪いです。いわゆる惑星戦力 20G オーバーの相手とどのように戦っていくかが今後のポイントとなるでしょう。続いて1よりオフ同盟です。もともとは96の出身だと思われます。春頃に統合し、その後旗が変更されています。1といえばオットですが、直近ではオフの活躍が勝っています。なんとも活発な同盟です。次に30よりポット同盟です。ようやく30の登場ですが、動きが激しい30の中ではポットは比較的安定しているように思えます。直近のボイドでは1位は取れてないものの、ほぼポイントは同数といった感じです。
30の強さの象徴と言える同盟だと思います。そして、1よりアオット同盟です。4月に統合され、直後には増員により大きく数値が伸びています。誰もが知る1を象徴する同盟ですが、直近でも安定の撃破数です。しかし、ボイド対戦相手が限られているのでマンネリ化しているのかもしれません。強いのですが、若干本気度合いにムラを感じる時があります。そして33の棒です。33の統合は去年11月ですのでギリギリグラフの期間外です。もともとは奥がベースだと思いますが、春前に大きく強化されています。直近のボイドでも大量のポイントを獲得しています。30の影に隠れることが多いですが、非常に強力なワールドです。そして、唯一第3惑星から登場するのが219のシーン同盟です。先月10月の統合により、さらに大きく成長しています。直近のボイドでも狂ったようなポイントを獲得しています。年に一度しか出さない動画で、あまり触れるべきではないのですが次のボイドでは52との対戦も噂されています。できたら統合が落ち着いた後に、3ヶ月後くらいで見たかったのですが、現在の219なら期待してしまいます。186出身のググフも強力な同盟です。第3惑星では一つ頭が抜けた存在、それが219でしょう。次に72より、わらわら A 同盟です。夏前に名称と旗が変更され、大きく強化されました。直近のボイドでも大きなポイントを獲得しています。ただ、その戦力ゆえに相手も強力となるので苦戦することが多いでしょう。とはいえ、第3惑星レベルでカオスで当たるととんでもない強さを感じた経験があります。そして、30よりニックス3同盟です。いろいろ規格外なこの同盟ですが、撃破数としての推移は横ばいです。しかし、直近のボイドでは大量のポイントを獲得できており、元々の数値の高さゆえに変化を感じにくいといった理由もあります。最強同盟といった会話がされると必ず登場することになる同盟です。30は同盟の動きも激しいですが、今後も活躍していくでしょう。そして、2位ですが2よりコア同盟です。ニックスさんと共に、最大同盟戦力を誇る同盟です。直近のボイド結果についても、20G に届くほどのポイントを獲得する場合があります。常に安定して高い数値を維持しており、今後もこの地位をキープしていくと思われます。そして、見事1位は52より江戸一同盟です。春に統合しましたが、強かった同盟はさらに強化されました。その馬鹿げた凶暴性はさらに安定しており、どんな状況でも危険極まりないといったイメージです。ルフですが246の270メガ戦力を保有するファンシを燃やしたり、255のナルト氏を燃やしたりは記憶に新しいでしょう。直近のボイド結果ですが安定の1位です。ポイントが高くないように見えますが、2位との差が激しいですね。そして指揮官の時同様、増分が多い同盟のトップ5を表します。増分としても、やはりトップは江戸一同盟です。次、72の、わらわら A が位置しているのは今後に期待したいです。そして、第3惑星からシーン同盟ですが、ほんと52と似たような特色を持っています。増加は統合によるものなので、若干意味合いは異なりますが、このランキングにふさわしい同盟です。2のコアや33の棒は安定のといった感じです。では、引き続き同盟戦力の推移を確認します。まずは、157よりプント同盟です。9月に統合が行われましたが、統合による強化はない様子です。今のところ戦力維持といった形です。直近のボイドでは勝利できている様子です。次に、246のウハウ同盟です。抽出自体を最大同盟戦力で抽出したので選定されました。しかし、夏に発生した内戦により、多くのメンバーが流出しております。ようやく終了したと聞いており、それに伴い直近は多少回復しています。そして、209の金同盟です。綱振氏がいる頃、第3惑星では同盟戦力トップでした。そんなワールドも先月2度目の統合を終えました。早速、同盟戦力は増加しており、現在 4G オーバーです。統合によりどこまで強化されるのでしょうか。直近のボイドでは勝利できている様子です。そして、同様に第3惑星より、246の数です。先ほどのウハウとは逆に、流出先が主に数だったのでしょう。夏頃からの増加が激しいです。また、最近も元のウハウを抜く勢いで 4G オーバーとなりました。イベント用かは不明ですが、その強さゆえに対戦相手に恵まれない246を強さでカバーいただきたいと思います。直近のボイドでは勝利できることが少ない様子です。そして、意外ですがここで30のウク同盟です。統合時とても強力な同盟ですが、この1年で630メガほど戦力ダウンしています。現在ではアトムシもニックス3同盟に所属しておりました。30はまだまだ流動的な部分があるのかもしれません。そして、2よりフィーク同盟です。
大きな同盟戦力と撃破数を確保しています。しかし、先ほど確認いただいたように直近のボイドではそれほど活発ではありません。そして、72より全同盟です。夏に最大 4.3G 程度まで成長しましたが、最近ではやや低下し 3.5G となっています。それでも去年と比較すると 1G 程度は伸ばしてきています。次に163のスット同盟です。直近の統合で大きく成長しました。倍に届くほどの戦力は現在では 4.3G となっています。163でもトップ同盟となりました。統合後初戦は負けてしまいましたが、今後の活躍に期待です。次に72より、わらわら A 同盟です。ゆっくり時間をかけての成長ですが 1.5G ほども戦力を伸ばしています。さらに途中で名称と旗の変更もされています。時間をかけて増え続けているので、安定した強さが期待できます。1や30等の系列にも勝利したいところです。次に113よりブムフです。夏に統合があり、一度大きく戦力を伸ばしましたがその後低下しています。戦意が若干不安ですが、現在なおも113ではトップです。まだもう少しワールドが落ち着くまでには時間がかかるのかもしれません。そして、130よりホズ同盟です。ずっと高い戦力を維持していますが、さらに増加傾向です。周りが2回目統合する中で、そろそろじゃないかと思っていることでしょう。ホズの中距離集団は249のロルの指標的な扱いでもありました。非常に強力な同盟ですが、相手が格上となる場合が多いため、そろそろ統合していただきたいと思います。ここ最近のボイドでは勝利できていない様子です。そして、33のポーです。ずっと高い戦力を伸ばしてきましたが、直近さらに大きく増加しています。年始から春にかけた急成長は、春からずっと維持できております。あとは対戦相手次第といったところでしょうか。残念ながら最近のボイドでは負けが続いているようです。そして、第3惑星トップの175よりンムド同盟です。ずっと安定して高い戦力はさらに増加し続けています。第3惑星としては規格外の戦力値は 4.5G ほどにもなります。イベントでも団結力があり、まだまだその勢いは続きそうです。そして、30よりポット同盟です。年始からずっと上昇傾向にあった戦力は、夏以降に若干下降しています。それでも30の中ではずっと安定した同盟だと思います。最近ではまた上昇し始めており、若干不安定な30を支える重要な同盟だと思います。そして、52より江戸1が6位となりました。統合前、江戸1はワールド、同盟もとても絞られた状態で洗練されていました。統合により無駄な贅肉がつくのかなと思いましたが、見事筋肉だけ増やしたイメージです。これほどまでだと、ワールド内では賛否両論もあることでしょうが、圧倒的な力強さにより揺るぎません。さて、219と対戦となれば非常に楽しみです。第5位は1よりアオット同盟です。春の統合では大きく戦力は変わっておりません。ほぼ上限といった状態だったのでしょう。それでも徐々に数値を上げてきております。現在 5G ですが、平均50メガの指揮官で構成されております。ここ最近のボイドでは勝利が続いています。そしてその上を行くのは99のブッツ同盟です。1や52と少しタイミングがずれた2頭と一緒の統合でした。同タイミングで発生した統合の中では影が薄くなるのではと考えましたが、それを覆したのがブッツだと思います。直近のボイドでも大活躍といった様子です。そして3位214よりップ同盟です。過去半年程度、30頭の統合組を相手にしてきました。ようやく夏に統合が発生し、強かったアップはさらに強化されました。直近のボイドでは勝利できていませんが、超強力なワールドばかりが相手です。2位まで来ましたが、2のコア同盟です。6G に到達しております。第3惑星以降では、物理的に不可能と言える数値でしょう。直近のボイドでは対戦相手も強力ですが、勝ち越している様子です。そして、1位は全て規格外といった数値の30よりンックス3同盟です。去年の10月に運営の気まぐれのように誕生した4ワールドから成り立つ30です。圧倒的な数値が集中し、同盟や指揮官の上位合計値は未だに他を寄せ付けません。そんな30ですが、その強さゆえに若干変動要素は大きいように思えます。しかし直近のボイドでは落ち着いてきたのか、確実に勝利できています。まだ、2回目統合されていない第2惑星や、序盤に統合した第3惑星が2回目統合となったとしても数値的にこのレベルに到達するのは難しいでしょう。そして、戦力の伸び率だけでトップ5を確認します。直近統合された163が最後の爆発的な伸びによりトップとなっています。そして、着実に数値を増やし続けているブッツが2位です。安定した30のボットも伸び率としては3位となりました。ウハウから移動する形ですが、数は4位となっています。そして、ここにも登場するのか
といった具合で緯度1です。上昇の仕方自体は、最も危なげがないラインになっているのも特徴です。それでは、次に追加のピックアップ分を確認いたします。ピックアップする理由を鑑み、第3惑星移行を中心に確認いたします。さて、やはりイベント勝率が高いワールドといった視点も重要だと思います。第6惑星までですが、現在のボイドとブフの勝率上位20位を表示します。統合前までは 100% のワールドが2つほどありましたが、現時点ではありません。本来であれば、ボイドのみの勝率が欲しかったですが現在では表示されませんのでこちらを採用します。では早速465の1位同盟です。なお、350番付近までは上位200位の同盟を対象に集計しましたが若い惑星だとランキングされませんでしたので500位まで広げました。それでも、ランキングに登場したのは夏以降といった具合です。465は直近10月に統合を終えています。直近やや戦力を落としていますが、ワールドとしてはさらに強化された様子です。そして、様々な強敵を倒してきた210のス同盟です。強力なプレイヤーが引退したなどの話は聞きました。同盟戦力としては、横ばいかやや低下傾向にあります。しかし、殺害数は伸び続けております。直近のボイドでも順調にポイントを獲得しています。ワールドとしてももちろん勝利で終えています。かなりの殴り合いになるイメージですが、219の統合前に一度対戦して欲しかったです。そして、それに続く309の軍同盟です。統合自体は年始に実施されています。そこで一度戦力を拡張していますが、その後はやや横ばいでした。しかし、夏以降の後半に従い戦力は急激に上昇しております。撃破数についても同様の様子です。そして、直近のボイドの結果ですがかなりのポイントを獲得しています。さらに勝敗は危なげなくといったポイント差となっております。次に勝率 85% の429より弾同盟です。10月に初回の統合を終えています。戦力は劇的に増えたという状況にはなっておりません。撃破数についても同様です。統合前、高いポイントを獲得してましたが統合後としては他にも強力な同盟がある様子です。圧倒的ではありませんが、ある程度余裕を持ったポイント差となっておりました。次に 84% の298ですが王同盟です。統合は5月頃に実施されています。同盟戦力としては横ばいといった状況です。殺害数については、徐々に伸ばしています。直近ボイドの獲得ですがそれほど大量ではありませんでした。シーンが無双してるなという印象です。高い勝率も219に破られ、その後192にも敗れています。100番付近古いワールドですのでやむなしといった感じです。次に、同様に 84% の勝率となっている357はクタ同盟です。統合は今年の年明けには実施されています。戦力は上がったり下がったりといった様子です。しかし、撃破数は安定して伸び続けています。ボイド結果を見るに、やはり獲得ポイントは1位となっております。それほど大量ではありませんが、戦いを制しているといった状況でしょう。ワールド間のポイントとしても危なげないといった差でした。そして、83% の460はインフ同盟です。500番以内にランクインされたのは直近一度だけでした。殺害数については、直近統合により伸びています。直近ボイドの獲得ポイントは全体的にやや低めですが統合前としては1位を確保できています。統合後はやや調子が悪く、勝利を逃したかと思いましたが他の同盟と力を合わせての勝利となっています。そして別の視点のピックアップですが、個人的にボイドに真剣に取り組み、成果を残した同盟について触れます。1より青同盟です。惑星3以降を中心にとお伝えしましたが、例外的に触れさせてください。95出身であった青は4月に1に統合されました。統合後のボイドを最後にアレスキム氏が引退し、それ以降は徐々に他同盟に吸収かなと思っていました。しかし、戦力は徐々に上昇し殺害数としても順調に伸ばしてきてきます。直近のボイドで平均して 4-5G を確保できています。実際のワールドポイントはそれ以上となっていますが、それでも良い働きをしていると思います。もともと、副艦戦力がかなり低いワールドでしたが、技術と集団行動によりそれを補っていました。個人的にはかなり好きな同盟だったので今後も頑張ってほしいと思います。そして、221のアグス同盟です。統合は約1年ほど前に実施されています。統合後、ズクン氏の引退となったことと、221は長く内戦が続いていました。戦力は上下が激しいですが、同盟の名前と旗は一度も変更されていません。
そんなアグスですが、直近のボイドでは安定したポイントを獲得しています。すべて勝利とはなっていませんが、調子は確実に上げてきています。ズクン氏も復活したところで勢いを増し、さらに次回統合でさらなる高みに到達してほしいと思います。そして、イベント勝率 76% となっている249のロルです。5月に統合が行われ同盟戦力は大幅に強化されました。また、統合相手にも強力な中距離プレイヤーが存在したため、集団戦がとても強化されました。また、そんなトッププレイヤーを見てからか、C35 に到達した年は、成人式のように中距離移行を儀式的に実施し、第3惑星では超中距離ワールドとなっていたところです。正直、時間は入っていると思いますが第3惑星で、249を任せるワールドは少なかったように思えました。しかし、8月の頃の波乱からはまだ回復しきれていない様子です。アンコンの帰りを待つのか、新たなる指導者により、集団戦の強化を行うことができるのかが当面のポイントかなと思います。そして、269の右分同盟です。イベント勝率の欠点は、統合した場合、ほぼ意味のない値になってしまうことです。234の右分は統合後、爆発的といった成長にはなりませんでした。どちらかといえば、それを取り巻く、同盟の動きが激しかったように思えます。決して戦力任せでないにせよ、浮き足だったワールドを、安定力でカバーしてきた同盟といった印象です。その戦力の伸びは安定度合いをそのまま表したような、綺麗な右肩上がりの直線です。撃破数についても同様です。直近ボイドでも安定したポイントを確保しています。そして危なげない勝利となっている様子です。ちょいと刺激が足りなくなってきているのではないでしょうか。第3惑星では210や255、第4惑星では285や309等が面白いと思います。そして、最近安定してきている285のテプ6です。統合は3月頃に実施されています。結局、100% の勝率以外を表示した画面を見ることはできませんでした。統合により一時期不安定な時期に突入してしまいます。統合前には伝説の勝利と言っていい219との対戦ですが、統合後は敗れてしまいました。まあ、219に勝てるワールドが珍しいのでそれはやむを得ません。直近では安定してトップのポイントを確保できています。ワールドのポイントとしても大量です。次は第3惑星等の強敵と当たれば面白い戦いになりそうです。次に255のヒム同盟です。255といえば、この同盟とは言えないほど他の同盟も強力です。246ほどではありませんが、怪物揃いでもあります。そんな中、やはり一番勝利に貢献しているのが現在ではヒムでしょう。人の出入りが激しいためか、撃破数についてはかなり上下しています。4つある同盟がそれぞれいろんな順位に存在します。これが2同盟くらいに絞られたらと思うとかなりの恐怖です。さすがに52には勝利できませんでしたが、そことマッチングする、レベルのワールドといった識別がされています。今後246と同じような対戦相手となるのかが気になるところです。そして、263のプ同盟です。もともとは222で生まれた同盟ですが、内戦がありつつも現在では終了し、さらに戦力を伸ばしてきています。撃破数についても内戦の数値もあるでしょうが伸びています。263には他にも強力な同盟があります。とはいえ、直近のボイドでは安定のトップとなっております。210には勝てませんでしたが、130には勝利しています。ワールド内の同盟構成が見直しされれば、もっと可能性は出てくるだろうなと思います。そして、286よりウブグ同盟です。一瞬ピンとこないと思いますが、新しい同盟です。5月統合がされた後、少しの時間を経て生成されました。286は確かに強かったのですが、もともとイベント勝率としては、それほど安定した値ではありませんでした。また、統合後すぐにといった状況でもなかったことが原因ですが、最近とてもよく目にします。一部強力なプレイヤーが休止しているかもしれませんが、現時点でガジャ氏の活躍が目立ちます。ここ最近のボイドでは平均的に良いポイントを確保しています。圧倒的でないにしろ、接戦も最後勝利に終わらせる、勝負強さもありそうです。グクなどにも力を入れており、セアル氏が復帰すれば、今後もさらに強化されるでしょう。そして、グラフとしては最後ですが293の枠同盟です。ランキングは全体で200位までのものとなっているため、途中でぶつ切りされた状態となってしまいました。内戦が長く続いていますが、ここ最近の殺害数は伸びています。直近のボイドではポイント数として少し低めです。上位には位置していますが、もっとポイントは確保できるはずです。
ワールド番号としてはかなり若いですが、457は強力です。10月には勝利しています。が、11月に過去一度勝利しているはずの299には敗れています。安定した力を出していくには、もう少し時間がかかるのかもしれません。それでは、次の視点ですが若い惑星の上位が全体順位としてどの範囲にいるかを確認します。同盟順位としては惑星内で確認できますが、全体としての順位を確認するといった意味合いです。第6、第7惑星に絞ったワールドで同盟戦力順トップ20がこちらです。ランクという列に全体順位を掲載しています。まず、405や365は 2.7G ほどの同盟戦力があり、全体としても80位ほどに位置することになります。これは十分高い数値となりますので、近隣のワールドでは、ずば抜けた数値となっていることでしょう。続いて、第6、第7惑星の同盟撃破数番がこちらです。先ほど見ていただいた北同盟などがランクインしています。なんとすでに全体順位としても64位にまで到達しています。351の78位というのもかなりの順位となっています。ちなみに、直近の351のボイド結果がこちらです。やはり大量にポイントを獲得している様子でした。そして、同じような見方を第7、第8惑星に対しても実施しました。まずは戦力順位のトップ20がこちらです。さすがに戦力はワールド生成からの時間も大きく影響するため、最高の順位としても400番台となっております。それでも、1.4G ほどあるビグ同盟はかなりの戦力を保有しています。しかし、このビグ同盟ってどこかで聞いたことありますよね。そう、あのボス氏がいる同盟ですが、現時点で彼の戦力は520メガオーバーとなっています。彼がいなければ、900メガもいっておりませんのでご注意ください。逆に彼が2人いたら、この順位表の10番くらいに位置することになります。なんともクレイジーな状況です。次に殺害数として集計した場合がこちらです。こちらは戦力に対し、300位程度という具合でより上位に入り込んでいます。先ほど戦力順位でトップであった581のビグ同盟も惑星78としては8位、全体としては391位といったランキングです。直近のボイド結果を見たいとこですが、第7惑星以降はデータの収集ができていません。それでは、同盟の2つの値について惑星平均を最後に確認します。まずは殺害数について1年前と比較した結果がこちらです。同盟については上位8位でも800人ほど収容できます。これにより統合の影響をより大きく受けるので1年前と比較し2倍以上の伸びとなっています。純粋に期間としても3年であれば 1.5 倍程度となりますので伸びる要素は多いです。撃破数が多ければ大きいほど強いというわけではありませんが、各惑星に所属する皆さんが平均より上なのか、下なのかといった感覚をつかむには良いのかもしれません。そして、同盟戦力平均がこちらです。第1惑星の高さがすごいですね。2.8G もあればかなり強力な同盟となってしまいます。上位8くらいまでが戦闘同盟で埋まっているからこそでしょう。他の惑星も農場同盟を除外した場合に、どれくらいの数値になるのかは気になります。第7、第8惑星とか300メガや200メガ程度ですが、もうその頃の感覚はなくなってしまっています。とはいえ、一人で500メガほどもいってしまうプレイヤーもおり、同盟戦力平均を超えてしまっているのが面白いところです。かなり長くなってしまいましたが、今回の動画はここまでにしたいと思います。ワールド合計値としては履歴を確認できる仕組みが Web にありますのでよければ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。